はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、ちょもんまたけしです。今日も元気に、ヘルメットゲームマーボー、やっていきたいと思います。ということでね、今日も、声は後取りでございますけど、今日はね、はい、こちらのペニーハーダウェイ、バッチコリット使っていきたいかなと思います。はい、結構ね、ドラピ祭りで当たった人も多いと思うんでね、気になる人もいると思うんで、やっていきたいと思います。はい。で、バトルの前に、パック引きがあったんで、パック引きやっていきます。まずゴールドパックですけど、ドラピに、はい、クソ引き。はい、クソ引きですね。はい。ドラピこんな感じでした。はい、続いて、スーパーパックなんでこれ期待したかったんですけど、引きの方は、ゲート1枚ということで、スーパーパックにしてはこれは、クソ引きかなということで、はい、バトルの方やっていきます。はい、これワンチャンジャパンかなと思ったんですが、はい、マッチングして、速攻、これ、実は落ちたんですね。これね、マッチ、これワンチャン視聴者かなと思ったんですけど、はい、落ちてしまいました。はい、で、バグりました。この仕様どうにかしてほしいよね、このバグる仕様。はい、次2戦目はボット戦でした。はい、じゃあやっていきましょう。ボット戦なんですけど、サクサクでね、遊べるんで、ペニーのいいとこいっぱい見せていきたいなと思って、はい、初手外しましたけど、いいでしょう。さあ、相手は、カーメルがまず、これ決めてきますね。はい、しょうがない。ボットなんでね、負けるわけはもちろんいかないんですけど、はい、まずペニーがこれドライブ、バチ込んでいく。やばいっすね。結構ね、ペニーもね、ドライブからのダンクいっぱい決めてるんでね、よかったらいっぱい見ていただければと思います。まずこれはスティールから、はい、バチコリ、サックスが決めていく。さあ、相手のドリブル。ちょっとこれ相手がね、ボットにしては華麗なドリブルでしたけど、落としましたね。決めなきゃ意味ないんで。はい、ここは値千金の3、バチコリと粘っていく。大きいですね。さあ、またしばいていく。さあ、ボット戦なんで、ここの試合結構ね、ボコせましたね、圧倒的に。9対3と圧倒的にボコしているという。はい、またボコしました。ただ、ここペニーで決めたかったんで、ペニーに戻して、本来であればね、あのまま普通にサックスでバチ込んでよかったんですけど、あえてちょっとペニーでなんかバチ込んでいきました。さあ、ここまたペニーが、はい、シュート。今のね、ちょっとワンポイント、テクニック混ざってますね、ここ。一回、レッグスルー挟んでのすぐ。だから、レッグスルードライブすると見せかけての技なんで、あれリアルマッチで使えたらやばいですね。はい。さあ、後半戦でございます。13対3とね、圧倒的にリードしているんで、このまま、はい、圧倒的に、ボットなんでね。はい、ボットなんで当たり前なんですけど、はい、ここペニーで、これ決めたかったですけどね、ドフリーだったんで。はい、ここもまた後半もバシコっていく。マジで、スティール数がエグかったっすね、この試合は。さあ、ここは落としてしまいましたけど、はい、またペンに渡して、はい、ここもね、実はちょっとテクニック詰まってるんで、もう一回リプレイ見せましょうか。はい、行きますよ。もらって一回フェイク、反応しなかったんで、行くと見せかけて、ステップバックの、スリーポイント。いきますよ、もう一回ね。ドライブ見せかけて、ビハインドでステップバックしてからの、はい、これもね、上手くなればできるようになりますんで。はい、これはインサイド、相手が粘りがちでしたね。はい。5対16と圧倒的点差。はい、ここもやばかった。今のも華麗なプレーですね。はい。ここで、はい、一回、バックビハインドやってからとか、レッグスルーからだとね、スピードがね、アップする場合あるんですよね。今の技は最高ですね。はい。さあ、最後のオフェンスだったかな、これが。さあ、ペニーが、ここも華麗なタップ、ドライブさばき見せかったんですが、最後落としてしまいました。はい、相手の最後のプレーですね。はい。最後、しばいて、ぶん投げ、これは外れましたけど、勝ちましたんでね。はい。サックスがスティールこうしてたんだ。やばいな。ボット戦なんでね、そこまで。威張ることじゃない。これでなんとね、はい。スーパーパック来ました。やばい。さあ、続いてこれ。ロットモさん。これね、多分ね、視聴者バトルでした。さあ、行きましょう。さあ、始まりました。相手はレイカーズでございます。ガチマッチ。で、相手はね、レイカーズパだったんですよね。AD、リーブス、レブロン、
コービー、ただ、ウェンビーがなぜか入ってましたけどね。ウェンビーがなぜか入ってましたけど。まあ、俺もマジックパーでやってますからね。マジック対本当にガチのレイカーズパー。で、これやばかった。これえぐい。だって今、で、これで帰ってきたんですよね、スタンプが。視聴者だと思って。ただ、これ、ウェンビー越しですからね。ウェンビー越しのペニーのダンク。あれは、やばかったですね、いきなり。湘北が山王に先制のアリウープを決めるみたいな。さあ、これで、今のがね、リーブスだったんですが、シーズン6の秋パでしたね。珍しいなと思って。さあ、ここもペニーで、一応ペニー縛りでやったんですけど、これちょっとタフでしたね。ちょっとタフなショット打たされました。さあ、相手が、レブロンが、これが落ちるんですけど、リバウンド取られてしまいます。AD。さあ、4対2と、ここ決めておきたいところを、また、はい、ペニーのドライブ炸裂してます。マジでね、ペニーね、まあ、俺、プレメイをやっぱり6にしてるっていうのももちろんあるけど、まあ、ドライブからの、しかもダンクもエグいんでね。ここはね、まあ、しょうがない。まあ、相手、ウェンビーで、どっちかというと、俺、ウェンデル・カタジュニアなんで、ちょっと弱いんですよね、インサイドは。で、ここも決めたかったんですけど、ちょっと止まっちゃったんで、一回戻しましたね。で、バンケロがバチ込みました。ちょっとね、縛りじゃなかったですけど、まあちょっとガチマッチなんで、はい、フリーだったら打っていこうかなということで。はい、6対7と、はい、ここもスティールですね。ファウルになっちゃいましたね。さあ、相手が、コービーがタフなショットだったんですが、これ決めてきましたね。8対7、接戦でございます。さあ、残り 1.6 秒で最後放ちますが、これはもちろん外れます。8対7と接戦で後半戦を迎えております。視聴者バトル。さあ、後半戦もしっかりスタンプ返ってきたんで、これは間違いなく視聴者だなと思いまして。で、ここフリーだったんで、行こうとしたけど、チェック来たんで、で、中合わして、これやりましたね。はい。返していって8対9。まさにシーソーゲーム。さあ、ここでコービーがね、なんと3を決めちゃいます。これでね、今までシーソーゲームだったのが11対9と相手に開き始めました。で、ここでまたペニーをバチコリ使っていこうと。で、ここいいプレーだったんですけど、はい、バチコられました。いや、ターンしてってね、いいプレーだったんですけど、あれ決まれば最高でしたけど。で、これがね、はい、決まってしまい連続3ですね。これ痛かった。まさか連続3決められると結構痛いよね。ヘッドとヘッドで。で、私も焦って打ったんですけど、これが外れたんで、こっから結構後手後手になっちゃいましたね。相手のシュートが入るわ。で、俺もちょっと焦って、追いつこうとして、ちょっと下手なシュートで離れていっちゃって、ちょっと悪いパターンかな。これもスティールされてしまいまして。さあ、16対9と離されてるんで、ここは絶対に止めたかったんですけど、どうだったっけな。さあ、レブロンが、まあ、抑えてますよ。でも相手もね、すげえ、めちゃめちゃ別に上手いってわけではないですよ、正直ね。正直、まあ、別に負けてるから負け惜しみで言うわけじゃないんですけど。さあ、残り、ただもう時間がありませんが、ペニーが、これサックスに最後かけたんですけど、はい、ここでも完全に勝負ありですね。ちょっとね、相手のやっぱ連続3がね、痛かったですね、あそこが。で、俺もちょっと沼にはまっちゃって追いつこうとして下手なプレーで。はい。で、続いてのマッチアップなんですが、なんとリベンジマッチですね。連続マッチでございますんで。ここはね、リベンジマッチを果たそうとしたんですが、まさかの相手が開始早々落ちてしまいましてね。多分ネットワーク的なことだと思うんですけどね、相手がね。はい。まあ、ボット戦になりましたけど、まあ、途中ボット扱いなんで、まあ、注意していきたいというところで、まず速攻ファールしてしまいました。はい。相手は白、今度白のオフェンスになってますけど、相手がね。私が紺というか、ネイビーの方ですね。はい。まあ、ネイビーっていうか、まあ、普通にマジックユニが私でございます。はい。相手決められます。さあ、ただ、ここペニーのね、ここやっぱサクサクなんで、ペニーの良さを、発揮してますんでね、注目してください。まあ、さっきのシュート外れましたけど、ただここもね、相手もね、ボットなんだけど、こういうちょっとウェンビーのね、華麗な動きとかも見せつつ、まあ、落としましたけどね。さあ、ここペニーで、はい、やってしまいました。まあ、ボットなんでね、ちょっとね、いいプレー見せたかったんですけど、ちょっと、やばかったですね。まあ、ただここボットなんで、ここは今回はちょっとペニーで、縛りで結構頑張りましたんでね。はい、相手も落としていく。これペニーの、はい、独壇場も、はい、突破してって、
決めていく、まず確実な得点を。はい。これで同点。さあ、これダブルチームで追い込んだ後にスティールしました。はい。からの速攻でございます。さあ、ペニー運ぶ。で、ここペニーのテクを満載です。はい、やばー。今のとかマジね、ほんとプロテクですね。自分で言うのもなんだけど、あれはなかなかのプロテクだったんじゃないかなと。はい。ということで、前半戦終了。まあ、4対2とね、ロースコアでございますけれどもね。まあ、一応ボット戦ですけど、これリベンジマッチということで、はい、バチコリとスリーポイント決め上げていく。あれ気持ちよかったですね。ただ、ウェンビーが、はい。で、これだけちょっと注目してほしかったのが、はい、見てください、こちら。ウェンビー、はい、これ噂の背伸びダンクです。はい、ウェンビー、私測ったんですけど、多分5センチぐらいしか飛んでないんじゃないかなと。5センチぐらいしか多分飛んでませんね。これ背伸びダンクですね、ウェンビーの。ウェンビーだけができる技。はい。ただ、ここちょっとしばかれてしまいました。ちょっとターンオーバーがね、ちょっと多かったんですが、コービーが決めてくれる。これね、だから途中ボット扱いなんでね、結構手強いマッチングだったんですけど、まあ、ちょっとペニー縛りで頑張ろうと思いました。はい、ここのドライブは、なんとかねじ込みました。OK。さあ、全得点一応ペニーですからね、一応ね。全得点ペニー縛りでちゃんとやっておりますんでね。ただ、ここ縛いていって、ペニーが、じゃあ、ペニーに渡そうとしたんだ、今。で、ミスってしまいました。もう本当はあれダンクでよかったんですけど、ペニー縛りこだわりすぎてやっちゃいましたね。はい。で、ここ縛いていく。ただ、すぐやられたらやり返すの精神で、いやブーやばすぎるマジでね、ペニーね、使ってて気持ちいいんで、マジ、昨日の八村選手じゃないですけど、おすすめです、マジで。マジで。しかもプレミも6にしてるんで、やばいんでね。で、最後、ここ、はい。これちょっともうショットクロックオーバーしてたんですけど、最後バチコンで終わりました。気持ちよかったです。はい。まあ、やっぱりね、選手カードをゲットする嬉しさもあるんですけど、やっぱり、僕はね、どっちかっていうと、使ってなんぼだと思うんでね。使った気持ちよさを味わっていただければと思います。ということで、マジックパで、ペニー使ってみたでございます。こちらが僕の、はい、パラメーターでございますんで、まあ参考に。まあ、ペニー、ドラピ祭りゲットした方も多いと思うんでね。はい、ぜひ、ペニー、バチコリと使って楽しんでいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer.